はい、それでは引き続きビスチェ作っていきます。前回の動画ではパイナップル模様をねのパーツを編みましたけど、今回はこのようなちょっとねパイナップル模様よりはずっと簡単に編める模様編みで、パイナップル模様と全く同じような形のものを作っていきます。はい。で、これは1枚編んであるんですけど、こちらも2枚同じものを編んでいきます。はい。それでは今回も705 4.0 ミリのもので編んでいきます。鎖編みで作り目を編んでいきます。パイナップル模様の方は、55目鎖目作り目を作りましたが、今回の模様はですね、42目鎖目していきます。42目鎖編みしてきました。で、これを作り目とします。はい。で、ここから3目立ち上がります。一番最後の目を押さえておくと、次編みやすいです。1、2、3と3目立ち上がったら、針に糸をかけて、今、この持っているこの鎖目の隣の目ですね。上から5目目の裏山を拾います。裏山を拾って、ここに長編みを編みます。はい。この長編みを、この鎖目一つ一つに対して1個ずつ全部で、今鎖目1目編んだので、残り長編みを今のを入れて41目ですね。これも入れて41目と長編みを編んでいきます。鎖編みも入れて全部で42目編みました。これでね、1段目が終わりです。次2段目です。鎖3つ立ち上げを編みます。はい、返します。そしたら、ここからこのね、今立ち上がったところの隣、この長編みの隣の目から、全部で5目長編みを編んでいきます。で、鎖編みも入れたらね、6目ですね。1、2、3、4、5、はい、6。次ですけど、交差編みをしていきます。針に糸をかけて、ここが次の長編みですね。下の段。これの隣ですね。これの隣に針を入れて、ここに長編みを編みます。はい。そしたら針に糸をかけて、このまま、こっち側に、この一つ戻った飛ばした長編みの頭に針を入れて、ここに長編みを編みます。で、これでね、交差されました。はい。で、これをね、3目続きます。これを1目として、あと2つですね。ここの長編みを飛ばして、次の長編み、長編み。針に糸をかけて、後ろの1個戻った下の段の長編みに長編みです。はい。また1つ下の長編みを飛ばして、次の長編みに長編み。で、1つ戻って長編みでクロスさせます。はい。で、そしたらまた次の目から6目連続で長編みを編みます。で、
はい。そしたらまた次ね、クロスさせる編み方を3回続けます。1つ飛ばして次の目に長編みで1つ戻って長編み、1つ飛ばして長編みで戻って長編み、1つ飛ばして長編み、はい、戻ります。戻った目に長編みです。はい。でまた連続で6目長編みを編みます。はい。そしてまた3つ連続でクロス編みを作ります。1つ飛ばして長編みで飛ばした目に長編み、1つ飛ばして長編みで飛ばした目に戻って長編み、飛ばして長編み、戻って長編みです。はい。であとはこの残りの1、2、3、4、5、ここ鎖目ですね。鎖目も入れて6目長編みしていきます。はい、最後の目も3目めの鎖目に裏山とこの上の目をこれ裏から見てるんですけど、その辺を拾いまして、ここでもいいし、この辺にねこのように入れてもこうなんていうの、裏山だけ残してすくってもいいですし、この裏山と、上半目をすくってもいいです。どっちでもいいんですけど、こんな感じで編みます。はい。これでこれで2段目が終わりました。はい、次3段目です。鎖3つで立ち上がります。返します。そしたらね、次の目から5目連続で長編みを編みます。ここ今、鎖を立ち上げた目で、次の目からですね、ここから5目連続で長編み1、2、3、4、はい、5目です。そしたらね、次クロスした編み目のところに差し掛かりました。でここの編み方はですね、長編みの表引き上げ編みのクロス編みです。そんな難しくないです。針に糸をかけて、まずはこのクロス編みなのでまた1つ飛ばします。1つ飛ばして、飛ばした目のこの足ですね、ここじゃなくてこっちの足の方をこうすくいます。針に糸をかけて、ここですね、こっちじゃなくてこっちです。こっちの目に針を入れて、ここに長編みを編みます。はい、編めました。でまた針に糸をかけて、今度はこっちです。こっちの表引き上げ編みなので、こちら側から針を入れます。こうですね、こう入れて、ここにも長編みです。はい。でね、ちょっとねじれました。はい。で次もね、針に糸をかけて、こっちの一つ向こう側のね、一つここじゃないこっち側の長編みの足に針を入れて、ここに長編み、針に糸をかけて、でこちら側残した目の飛ばした目の足に長編みを編みます。簡単ですね。こんな感じで全てのこのクロスした目ありますね、前段でクロスした目は全てこのように、表引き上げ編みで、長編みの表引き上げ編みをクロスさせながらこのように編んでいきます。であとは長編みの上には普通に長編みを編んでいってください。
ここは長編みです。長編みが6目続きますので、またその上に長編みを6目編んでいきます。はい、そしたらまたこのねクロス編みに来ましたので、またクロス編みはまた長編みの表引き上げ編みのクロス編みをしていきます。左の足から拾ってそのまま針に糸をかけて、残した右の足を拾って編みます。左の足、右の足、はい。でまた長編みの頭は長編みを編み入れます。6目あるので6目長編みを編み進めていきます。はい、クロス編みに来ましたので、同じように長編みの表引き上げ編みのクロス編みです。これをね3回続けます。クロス編みは3回ずつですね。全部3回ずつ。はい。でクロス編み部分終わりましたので、残りの長編みを全部長編みで編み入れていきます。はい、最後の目はこの立ち上がりの鎖目の鎖3目目に針を入れて、でここにも長編みを編みます。はい、こんな感じですね。はい、もう簡単ですね。これをひたすら繰り返して編んでいきます。で次のターンは、クロス編みです。立ち上がってクロス編みの手前まで長編みを編んでいきます。はい、クロス編みです。前段の長編みの引き上げ編みのクロス編みですね。でこれも同じようにあまり深く考えずにクロス編みをしていきます。1個飛ばしたこの2目目の長編みの頭に長編み、針に糸をかけて1個戻って飛ばした目に長編みです。ここは飛ばして次の目に長編み、戻って長編み、飛ばして長編み、はい、戻って長編みです。でまた長編みが来ましたので、長編み6目ですね。長編み6目の頭には長編みを1目ずつ編んで、全部で6目、次のクロス編みまで編みます。でこれを繰り返してね、端まで編んでいきます。はい、端まで編みました。こんな感じですね。これね、今裏を見てます。こっちが表ですね。はい、4段目が終わりました。で次5段目ですね。5段目は、引き上げ編みですね。長編みの表引き上げ編みのクロス編みになります。3つで立ち上がって、はい、クロス編みのところまで長編みをしていきます。はい、では次クロス編みですね。もうここもね、3段目と同様に編んでいきます。クロス編みの前段でしたクロス編みのこの左側の目に長編みで、戻って右側の目に長編みの表引き上げ編みですね。はい、こんな感じで。でこれを続けてね、また編んでいきます。この繰り返しですね。3段目と4段目を交互に繰り返して編んでいきます。
段数は45段まで繰り返して編んでいきます。この最初のこの長編みだけの段を1段として考えて、最終的に45段まで編んでいきます。そこから先は減らし目になりますので、ではその減らし目の手前まで45段編み進めていってください。ここはね、すごい簡単なね、編み地なので、パイナップル編みの方先にやられた方だったら、ここはね、もう難なくスイスイ編めると思います。はい、それでは45段目まで編んできました。ね、ここから45段ですね。今、この編み地はね、裏と表があるんですけど、こっち裏で、こっちが表。表を向いて、左側に針があります。という状態です。はい。では、ここから減らし目に入ります。減らし目は全部で25段あります。パイナップル模様と同じで、70段まで編んでいきます。はい。ではね、早速、サクサクやっていきますね。向かって左側ですね。この表から、編み地を表から見た左側、こっちの方だけやっていきます。で、こっち側はね、もう皆さんね、今まで編んできて分かってると思うので、こちら側は説明しません。この減らし目の部分だけ、段数ごとにサクサクと説明していきます。はい。では、早速46段目ですね。2目、鎖で立ち上がり、返します。で、針に糸をかけて、次のね、今ここ、立ち上げた目ですね。次の目に長編みを編みます。はい。これだけです。っていうか、ここがね、3目から2目に変わっただけなので、あとはね、全部一緒です。では46段目、こう編んでいって、で、47段目、ここまで編んでいって、次は47段目の減らし目部分を編んでいきます。はい、47段目減らし目です。今ね、ここ鎖編み2目で長編み長編み長編み、ここまで編んできました。あと残すところここね、ここ123、4目ですね。で、この長編み123、3つの長編みを長編みの3目一度していきます。まずはこちらの長編みの頭に長編みの未完成、次の長編みの頭に長編みの未完成で、最後ね、この鎖編みとくっついてますけど、この長編みの頭に長編みの未完成、はい、4本ね、4本のループを一気にくぐらせて長編みの3目一度終わりです。でね、ここの一番外側の、鎖2目は編まなくて大丈夫です。このままね、いきます。で、これで47段目の減らし目が終了です。はい、ではね、48段目の減らし目です。たまにね、こっち側でね、間違って減らしちゃう時があったりとかもするので、私よくやっちゃうんですけど、分かりやすいところに減らす側の編み地にこのようにねつけとくと間違わなくていいと思います。マーカーつけて印をつけてね置くといいと思います。はい、では48段目の減らし目です。鎖3つで立ち上がります。はい、編み地を返します。次は今ねここから立ち上がってます。この3目一度した頭ですね。この隣ですね。この隣の長編みとこの次の隣の長編み、この2つの長編みを長編みの2目一度で減らします。はい、減らし終わりました。そしたらね、次もうすぐ長編みの交差編みですねに入って、このまままた
48段目を続けて編んでいってください。で、49段目、折り返した49段目のこちらの端でもまた減らし目していきます。はい、49段目の減らし目です。今ね、ここの模様は引き上げ編みのクロス編みを2つ編みましたところです。あとはここにね、長編みのクロス編みが残ってて、で、ここにだから全部で1、2、3、4目残ってるんですけど、これから先ずっとね、この鎖編みは編まないので、もうね、ここから先この鎖編みの目を数えません。ここから先はね、この鎖目の数を入れないで考えます。なのでこれはもうないものとしてこれから先考えてください。で、長編みのね、ここクロス編みが1、2、ここの下の長編みの2目一度が1個あって、全部で3目残ってますね。こちらを長編みの3目一度していきます。こことクロス編みの左とで2目一度ですね。はい、これではいどうぞ。これで49段目の減らし目終わりました。50段目です。鎖3つで立ち上がって返します。交差編み右側ね、これも交差編み、これも交差編みなんですけど、この交差編みの2目一度していきます。左側の交差編みと右側の交差編みと左側の交差編みを2目一度で減らします。はい、これで1目になりました。そしたらまたね、同じように50段目を編んでいきます。折り返して51段目の減らし目まで編んでいきます。はい、こんな感じ。はい、51段目の減らし目です。編み残しているのはクロス編みと2目一度の目ですね。で、まずはこのクロス編みの右側の目を長編みを編みます。そしてこの次のクロス編みと長編みの2目一度の目を長編みの2目一度で減らします。はい。で、次52段目です。鎖3つで立ち上がって返します。はい。そしたら減らし目です。次の長編みともう一つその次の長編みを2目一度していきます。はい、減らし目終わりました。はい、ではこのまま52段目、53段目を編んでいきます。はい、53段目の減らし目です。編み残してあるのはここ長編みと長編みの2目一度ですね。ここ長編みの2目一度で減らします。はい。では次54段目の減らし目です。鎖3つで立ち上がります。次の目と次の目、ここの目とここの目を長編みの2目一度で減らします。まずは1つ目、2つ目、はい、減らします。54段目の減らし目が終わりました。では、また54段、55段と編み進めていきます。55段目ですね。55段目の減らし目です。今、クロス編みを3つ編み終えたところです。残り1、2、3目残ってます。こちらをね、すべて3目一度で減らしていきます。長編みの3目一度です。1、2、3。はい。
で、これで55段目が終わったので、次56段目の減らし目です。鎖3つで立ち上げて返します。はい。では次はこの次のね、これの次のクロス編みのこの2つを長編みの2目一度で減らします。1個、2個目ですね。はい。あとは56段目と57段目を編み進めていってください。はい、57段目の減らし目です。今ここまで編んできました。クロス編みね、引き上げ編みのクロス編みをしたところで、残っているのが、ここのクロス編み1、2、あと下の長編みの2目一度ですね。この3つです。まずはこのクロス編みの右側の目に長編みを1つ編みます。そしたらですね、次、このクロス編みの右側の目ですね。右側の目と下の段の、長編みの2目一度を2目一度で減らしていきます。これとこっちですね。はい。で、引き抜いて、これで、57段目終わりました。58段目いきます。鎖3つで立ち上げて返して、で次ですけど、このままね、この隣の長編みと次のこのクロス編みの右側の目を2目一度していきます。こことクロス編みの右側ですね。ここを2目一度で減らします。はい。これで58段目の減らし目が終わりました。あとはこの左側ね、このクロス編みの左側を普通に長編みで編んでいきます。はい。あとは、58段目と59段目を編み進めていってください。はい、59段目の減らし目です。2目残してます。この下の段の2目一度の頭と次のこの長編みですね。ここ2目一度で減らします。はい。では次、60段目です。鎖3つひっくり返して次の目とその次の目を2目一度していきます。はい。あとは60段目と61段目を編み進めていってください。はい、61段目減らし目です。長編み3目編んで下の段長編みと長編み2目一度が残してあります。こちらを2目一度で減らします。はい。で、次62段目です。鎖3つ返します。次の目とその次の目を長編みの2目一度です。はい。そしたらまたね、62段目と63段目を続けて編み進めてください。63段目です。交差編みをこの2つね編んだところです。で、下の交差編み1個残ってます。で、この下の交差編みの右側ですね。右側の目をまず長編みで編みます。ここね、交差しないで長編みで、そしたら残った目ですね。残った目、交差編みの左と1、2、3目ですね。3目残ってます。こちらを長編みの3目一度で減らします。はい、63段目終了です。こんな感じ。はい、では64段目
3目立ち上げて返して、そしたらねそのままこのままね隣の目ですね、隣の目隣の目はなんだこれ、隣の目長編みですね。長編みの頭にそのまま普通に長編みを編みます。はい。そしたらあとは64段目と65段目を編み進めていってください。普通にね交差編みですね。ここ交差編み、次も交差編み。はい、65段目の減らし目部分です。今ね交差編みが1個終わって残るのはこの下の交差編みとこの長編みですね。でこちらを3目一度します。まずは交差編みの右側に針を入れて、次は左側に針を入れて、最後は下の長編みの頭に針を入れて、で引き抜いて減らします。はい。次66段目減らし目です。3つ鎖で立ち上げ、ひっくり返して下の交差編みですね、この下の交差編み、ここを2目一度で減らします。はい。であとはね普通に編みます。もうここからもう交差編みがなくなっていくのでね、簡単ですね。はい。今67段目の減らし目まで来ました。鎖長編みを4つ編んだところですね。残るはこことこの2つの目を長編みの2目一度で減らします。ここと下の段ですね。下の段の長編みの2目一度したところに2目一度、はい。で閉じます。閉じますじゃないです。引き抜きます。でこれで67段目が終わり、68段目3つ鎖立ち上げてひっくり返して、次の目とねその次の目を2目一度です。次の目こことこことここを2目一度でそのまま68段目を編みますね。で69段目です。あともうちょっとだね。はい。ただ今ね3目立ち上げました。そしたら残っている目がこの長編みとこの長編みとこれと次の長編みとで長編みの2目一度ね、が残ってます。3目残ってますね。でこの3目をね長編みの3目一度で減らします。ここと次の長編みとで最後の長編み2目一度の頭ですね。はい。でそしたらねこれで69段目が終わって、はい、最後です。70段目は3つ鎖で立ち上げひっくり返したらこの鎖目3目ありますけど、この3目の3目目ですね、
3目めに針を入れて、でここに長編みを編んで、はい、全部でね70段編み終わりました。はい、こんな感じで編めたと思います。で今編み上がった状態は裏を見ていますね。で一つね、またもう一回こうやって鎖を編んで、鎖とじにして、鎖とじじゃなくて留め鎖をして、で切っちゃいます。はい、でできました。これでもう一つのね2つ目の模様編みのパーツが揃いました。これも2枚ね、これ今1枚編みました。もう1枚編んでください。で全部でねパーツが4つ揃ったら、いよいよ組み立てに入ります。で今回のですねこの編み地をね、こういう形です。これと全く同じではないんだけど、こういうのを4枚作りましたね。これをねこれから組み立てるんですけど、組み立て方ですね。この三角形の模様をパイナップル編みとして、でこちら側が交差編みの方ですね。交差編みとして考えます。どっちでもいいんですけど、でこれを交互にねこういう感じで組み立てていきます。こうやって、で次がこの交差編みでパイナップル編み、こういう風に組み立てていきます。減らし目のところがこういう風につなげるとここがフラットになるんですよ。でこっちが裾になって、でこちら側が、胸側というか片側になります。はい、じゃあちょっとこれねくっつけてみますね。どんな感じになるか。はい、つなげてきましたね。でこういう風につなげた後に、これをこうやってね、ここの部分とこことこの最後のねここですね、こうなっているところのここですね、こっからここをこうやって、あ違うこっちかこうやってつなげます。でここをね今ちょっと閉じますね。はい、そして止めました。そしたらこうね輪にして、でねこれをここの山と山を合わせるとこのようにビースチェの形になります。色合いとか色合わせとか、同じにしてもいいんですけど、今回の場合はこっち側パイナップル模様って言ったんですけど、前面で一番ね面積が大きく見えるのがパイナップル模様になります。内側がクロス模様ですね。こことここにクロス模様がきます。で裏も同じようにこっち側がパイナップル模様となります。でこちらがここをクロス模様にすると、クロス模様がこう前面に出て、こことここに散らばってパイナップル模様が来るようになります。この辺はねどっちでも大丈夫です。もうすでに作ってあるビスチェの方はここがクロス模様で、こっち側がパイナップル模様です。なのでこの辺はね皆さんのお好みでこういうふうにこっち側にしてもいいしみたいな感じで、その辺はね皆様のお好みで少しね色合いとかも自分はどっちの方パイナップル模様をこういうふうにしたいとか、なんかそういうのがあればそのようにしてください。パイナップル模様、こっちもパイナップル模様で、こっちとこことここをクロス模様にしてもねいいと思うんですけど、どうかな、ちょっと私やってないので分かんないんですけど、一応編み地は一応揃ってるはずなので、そんなにおかしくはならないと思うんですけど、ちょっと私がやってみてないので分かんないですね、その辺は。なので今回はその交互にパイナップル模様とクロス編みを交互につなげてこのような形にしていきます。はいね、ちょうどなんていうの、ここがキャミっぽくなるのでね、ここをね使ってビスチェにしていきます。はい、ではね組み立てに入ります。
はい、それではつなげていくんですけど、こっち側が表です。左側に向かってこう斜めに走る方がこちら側が表です。こっち見てもらうと分かると思うんですけど、これ裏と表はっきりしてるので分かりやすいんですけど、こうやるとこっち側にね、このように斜めに切れたようになってるんですけど、印をつけてほしいところはまずここの減らし目が始まる一つ前の段ですね。まず一つはこの45段目ですね。ここから数えて45段目、ちょっと46段目に入ってるんで、ここですね。45段目に一つ入れてマーカーを。で、こっち側はこの作り目の方から数えて、こう25段目ですね。25段目に印を入れます。減らし目をしてない方の段の上から25段目ですね。25段目に印をつけます。で、こちらもね、同じように、こっち側が表です。で、ここも、45段目に印をつけて、で、これも、こっちの、減らし目をしてない方の辺の、上から25段目に印をつけます。こっちのね、パイナップル模様の方は、パイナップルが1、2、3で3つ目の、この、この、これ、玉編みが4目。このね、玉編みが4目揃ってるところ、4目の部分の段のがちょうど上から上から25段目なので、ここに印をつけてください。それをね、全部4枚ともつけていってください。で、編み地の大きさなんですけれども、こっちのね、パイナップル模様と、クロス編みの方は若干ちょっとね、ゲージというか変わってきます。大きさ変わるので、全部ね、同じ形にしなくても、同じね、大きさにならなくても焦らないでください。大丈夫です。で、まずこっちのね、大きさ、ざっと私の、この7号針で編んだ、ゲージというかですね、大きさは、そうですね。だいたい70ね、1センチぐらいですね、ございます。71センチ。ここからここまでが71センチ。で、こっち側ね、ここ、作り目の、なんていうの、始まりのラインのところですね。ここは23センチあります。はい。で、こっちの大きさがね、パイナップル模様よりも、小さくなります。これはね、こうやってね、伸びるので、19センチがそんな感じです。18、19ぐらいですね。だから2センチぐらいちょっと小さめですね。パイナップル模様よりも。で、こちらが、この高さもね、全然違ってきます。先ほどと同じように、ここから、この、減らし目をしてない方の辺の、あまり伸ばさないで測ってみます。こっちはね、ほら、全然ね、10センチぐらい違うな。60センチですね。60センチです。はい。なので、パイナップル模様と、このクロス編みの、編み地がね、ちょっとゲージが違うんだけど、って思っても大丈夫です。これ伸びるので、これ、すごく。で、こっちはね、もう、伸びてるので、これはもう。もう伸びてるので大丈夫です。これ以上ね、こう伸ばさない。こっち側をちょっと伸ばしながら、編み地つなげていきます。はい、では編み地同士をつなげていきます。このようにね、つなげていきます。これ表から見て、裏からね、このようにして細編みの鎖とじで編んでいます。で、つなげる位置ですけれども、これがね、クロス編みの編み地なので、こちら側に、もう一つ編み地をつけたいと思います。このようにね、編み地の、減らし目の部分が、こういうふうにカットされた部分がありますね。こういうふうになっていて、で、そこに、このパイナップル模様の同じように減らし目で、このように斜めにした
編み地と同じ方向にこのようにつなげます。こうね。つなげる位置は先ほどね印をつけたと思うんですけれども、作り目からここまでで45段あります。はい。で45段ずつ細編みの鎖閉じで編み地を閉じていきます。で使う針ですけど2号下げまして505を使っていきます。505 3.0 ミリのものを使っていきます。はい。でこれ今ね表から見てます。で裏を見ながら鎖閉じをしたいのでひっくり返します。ちょうどねこのクロス編みの部分でね裏だと分かります。クロス編みの編み地を裏側にして、はい。でここからここまで閉じていきます。閉じ方ですけど、すごく簡単です。これね、だいたい鎖は3目分、長編みだとここ足1目分、鎖編みだと3目分、ここ空いてますね、この距離が。で、そこの始まりと、ここね、始まりと、こっちが終わりでもいいんですけど、始まりと終わりの部分を、こことここを細編みで編んで、間を鎖でつなげていきます。やってみますね。まずはこの作り目のところに針を入れて、そしてこちら側は、この上から25段目に印をつけたところをこっちじゃなくてこっち側ですね、下の段というかより、減らし面に近い方ですねに三角の方に近い方に針を入れます。こっちです。この作り目とここですね。はい、ここに針を入れてでつなげていきます。で新しく糸をつけます。どっちでもいいんですけど、こっちはねこの緑で編み閉じていきました。こんな感じで。なので、今回はこっちのグレーの糸で閉じていこうと思います。でまたねこのことここですねをつなげる針を入れてで糸をつけます。糸を引き出して一つ立ち上げてでここにこちら側の編み地とあちら側の編み地を一緒にね細編みで編み閉じていきます。はい、こんな感じで2目鎖を編んで次の段に行きます。今ここ編んだので次ここですね。こことこっちも1段上がったところですね。1段上がったところ、ここに糸が入ってるので1段上がってここですね。ここを同時に編みます。編んでつなげていきます。で2目鎖を編んで次はここですね。1段上がって後ろも1段上がってここに入ってます糸が1段上がったここです。ここというふうに編んでいきます。多分簡単だとね閉じるの簡単なようにはしたので編みやすいとは思います。ここ閉じるの大変だとちょっとやる気が起きなくなるのでなるべく簡単にできるようにはしました。結構ねすぐ終わると思います。45段なのでね編みつなげる部分が45段なのですぐね編みつながると思います。はい、ではねちょっとこのままね編み進めていきます。はい、あと残るところ1、2、3段残してます。またこの3段をね編んでいきます。とここですね。細編み
2つ鎖を編んで、で次ここですね。ここが印がついてるところの一段下ですね。こことここ一番てっぺんですね。これの一段下ですね。ここで最後このちょっとここにマーカーついてますけど、マーカーを飛び越えてこうですね。でこのね、ここからこの段から次の段から減らし目が始まります。それの1個下ですね。今1個下に針を入れて、でこっちはね、裏の編み地はこの一番てっぺんの部分ですね。こうね、三角の一番てっぺんの部分にここに針を入れます。はい。そしてで細編み、はい、これでねつながりましたとね。そしたら一つね鎖編みを編んで留め鎖をして、でここで糸を切ります。はいって感じですね。まあつなげ方はね簡単だと思いますので、これを4枚ねつなげてください。はい、あと1枚ですね。私はあと1枚つなげます。はい、4枚つなげました。こんな感じでちょっと分かりにくいかもしれないけど4枚つなげました。であとはねこれ輪にしなければいけないので、またねここの一番端のこのパイナップル模様とこの一番端っこのこのクロス模様のものをこう持ってきて、今までとね同じようにここをこの上から25段目のところとこっちの作り目のところと下のこの三角形の頂点とこの減らし目が始まる手前の段ですねをこうつなげます。でこれもまたね裏から裏返しにしてこうつなげていきます。はい、全部ねつなげました。こんな感じでこんな感じでねつながって、でつながったんですけど、ここからちょっと皆さんね決めてもらわなきゃいけないことがあるんですけど、このクロス模様を胸の前をこうたすきみたいにしてたすきみたいになるんですけど、このするかパイナップル模様をたすきみたいにするかを決めてください。これどっちでも大丈夫です。私のね最初の試作品の方はこのクロス模様をたすき掛けっぽくなるようにしました。今回はパイナップル模様を前面に出すっていう風にしていきます。皆さんねその辺はお好みで。はい。でそしたら次ですけど、この頂点ですね。この頂点にマーカーをつけていきます。頂点ねこうあって、ここちょうどここにこうやってマーカーをつけます。ここもねこっちもちょっと分かりにくいと思いますけど、ここですね、これここね、ここにこういう風にしてねこっちも全部つけていきます。で全部にねこう頂点につけたら、ここはね肩紐がつく場所なのでここにつけてます。でつけたらここ広い目していきます。まずここ、襟ぐりとかねそんな感じでここをこうやって広い目して縁編みをしていきます。段数ですね、こっからここまでっていうのは段数が25段あります。そしてねここはね42段ありますね全部で。でこれをこことね同じようにこちらも42目拾っていきたいんですね。こっちはねそのまま拾えるんですけど、こっちは42目
こっちは42目拾っていきます。なのでここに8個ね、適当にこっからここまでの間、まあここトップなのでここにしていただけるといいんですけど、こっからここまでの間に8個均等に、まあ適当にでいいんですけど、マーカーをつけていきます。適当でいいです。8個。こんな感じで。ちょっとバランスを見ながら、バランスよくなるように。で、1、2、3、4、5。あと3個ね。あと1個。この辺にいますかね。で、このね、段数に1個ずつ、まあ8個入れました。で、このマーカーをつけたとこありますね。ここだけ1目細編みを編み入れていきます。で、あとの他の全部、ここも含めてね、全部2目ずつ、ここも含めてですよ。このトップも含めて2目ずつ、細編みを編んでいきます。またね、5号針です。5号針で縁編みしていきます。で、色も皆さんお好きな色を使ってください。私は、白でいきます。ちょっと白と白で見えにくいけど、ちょっと失敗したかな。グレーにしようかな。グレーにします。見えにくいのでグレーにします。はい。では、ここの一番、先に一番最初にマーカーをつけたところからいきます。ここは、ここですかね。で、先ほど申し上げました通り、マーカーがついているところ以外は全部、2目ですね。2目ずつ編み入れていきます。細編みを2目ずつです。はい、糸をつけて引き出して、1回、1個、2個。はい。で、次の目、これ。マーカーついてますよね。なので1個です。1個。で、次の段はついてないので2つです。1、2。次の段もついてないので2つ。で、次の段はついてます。で、1つ。という感じで、編んでいってください。はい。白に戻しました。やっぱりちょっとグレーだと合わなかったので、白にしました。今、ここまで編んできて、あとここで、25段目ですね。ここも2つ。はい。で、あとは、ここは42目拾えばいいです。42目あるので、そのまま42目拾ってってください。こっからね。こっちもね、全部で42目になってます。こっから拾ってって、最後42目になってます。で、こっちも42目拾います。作り目の反対側をね、拾うでもいいし、ここ拾ってもいいです。それめんどくさかったら、即にここ拾っちゃってもいいです。どっちでもいいです。はい、では、端まで42目拾いながらいきます。はい。で、ここまで42目拾いました。そしたらね、次はこことここですね、を拾っていきます。で、こっちはね、先ほどこれと一緒です。ここ25段なので、全部で25段から42目にしたいので、またね、ここから、8個、ここまでの間、この段の間に、8個の段のところに、マーカーをつけてください。はい、適当にね、8個マーカーつけました。で、今度こっちですけど、ね、ここはね、ここの隙間が15個あるんですよ、この隙間が。で、この隙間に15個あるんで、15個から42目にしたいんですけど、ここにもうまたね、均等に
3つですね、今度は。マーカーを3つ入れてください。こんな感じでね。マーカーを3つ、こっちは。こんな感じかな。で、こちらは先ほどと同じように、このマーカーがついているところは、目を1つ。で、ついてないところは目を2つ、細編みをね、入れていきます。で、こちら側ですけれども、こちら側は、このマーカーのついているところは2目。で、ついてないところは全部3目ずつ細編みを編み入れていきます。はい。ではこっちはね、さっきやりましたので、ここまで編んで、次ここやりますね。はい。ここまで編みました。で、次こっちですね。パイナップル模様の、目の方ですね、に編み入れていきます。先ほど言いました。マーカーがついていないところは3目細編みです。3目ね。ここついていないので、3目細編みしていきます。1、2、3。で、マーカーがついているところは2目。1、2。で、ついてないところは3目。はい。っていう風に、端まで編んでいきます。はい。で、ここまで来て、で、最後ですね。このマーカーがついてるので、これが頂点ですね。ここを3目編んで、はい。パイナップル模様のこの目の方ですね。目の方は拾い終わりました。で、そしたら次、今度はここですね。ここは先ほどね、最初にやりました。またここね、8個マーカーをつけて、で、こちら側はつけないで、そのまま42目だーっとね、拾って編んでいきます。で、また今度こっちって感じで。じゃあ、ぐるっと一周ね、今までやった通りに、なんていうの、この広い目を全部42目、細編み42目で埋めてほしいですね。はい。というわけで、ぐるっと細編みで縁編みの方をよろしくお願いします。はい、ここで一周全部編みました。はい。で、ここまで編んで、ここが最初の細編みですね。ここにね、引き抜きます。はい。で、引き抜いたら、一つ立ち上げて、で、ここにもう一回ね、細編みを編みます。はい。もしね、あれだったら、ここ、マーカーをつけとくといいかな。この今編んだ、この細編みの頭に、ちょっと見えにくいんですけど、ここにつけときます。はい。で、そしたら今ね、細編み編みましたね。そしたら、鎖を3つ編みます。1、2、3。はい。そしたらね、次の目、ここの目を1個飛ばして、次の目に細編みで、また1、2、3、3目編んで、で、ここを飛ばして、次の目に細編みを編みます。はい。これを続けてね、ずっと一周していきます。細編み1つ飛ばしに3目で飛び越えていきます。ここね、飛び越えて次の目。1、2、3、飛び越えて次の目。はい。はい、だいたいここで1周ですね。こんな感じで。はい。そしたらね、どうしようかな。ここがね、最初の、細編みなんですよね。なので、3つで、ここに引き抜きます。はい。
で、ここで、終わってもいいです。この、縁編み2段目ですね。2段目で終わっても全然大丈夫なんですけど、私はもう一段ちょっと縁編みつけたいと思います。この辺はお好みで。この辺はね、お好みでやってください。次ね、2段目縁編みつけたいときは、今ここにこの細編みのところに引き抜きましたけど、で、もう一回ね、ここですね、この鎖3目のところに引き抜きをして、ここに。で、ここに細編みを編みます。はい。で、またね、ちょっと迷子になる可能性があるので、ここにね、また、マーカーつけとくと便利かと思います。そしてまた、1、2、3って3つ鎖を編んで、今度はこの鎖目のところですね。鎖目のところに細編みを編んで、側にね、細編みを編んでいきます。2、3で、この鎖目のところに細編みですね。はい。これを続けてまた1周編みます。はい。ここで、ここでね、1周なので、ここからチェーンつなぎしていきます。2つ鎖を編んだら、抜きます。もうこれね、あらかじめ切ってあります。抜いて、ちょっと長すぎたので切ります。抜いたら、針に糸を通して、針に糸を通してチェーンつなぎですね。この最初の細編みに針を入れて、ここですね。で、戻します。で、チェーンつなぎができたので、糸処理をします。糸始末は、ちょっとこれね、糸始末しづらい模様編みなんですけど、いい感じにこうくぐらせてって、出てこないようにしてくれればね、いいと思います。はい。で、こっちも糸始末してって感じですね。はい。そしたらですね、次はこの肩紐の部分を編んできます。1個ね、編んできました。こうやって。こんな感じで。こういうのをね、編みます。このちょうどね、このついてるところ同士ですね。全部5号針で編みますけど、ここら辺はもう皆さんの勘で勘で決めてほしいんですけど、このスペース2つ使います。こっちも2つ、こっちも2つ使います。ちょっとこっちより、こっちのなんていうの、こっち側が、脇で、こっち側が、襟ぐり寄りなんですけど、この襟ぐり寄りにしてください。こっちじゃなくてね。どこでもいいんですけど、なるべくこっち。なんでかというと、これ結構ね、ここ離れてて、なんていうの、肩ギリギリのところまで来るんですよ。肩紐がね。なので、外側にずり落ちちゃうっていう可能性もあるので、なるべくこう、内側の方にしてください。私は、こことね、ここにします。こことここ。外側の方のスペースに針を入れて、で、ここに糸をつけます。で、つけたら、引き出して一つ立ち上がりをつけて、ここに、細編みを編みます。はい。編みましたら、斜め。鎖を編んで、で、向こう側、反対側の、また外側の方ですね。外側の方に、この糸を外側に出して、針を入れます。で、ここに細編みを
編みます。で編んだら隣にまたすぐ隣に細編みを編んで、でこちら側から見てこう見て、でまずはここで編んだ細編みに細編みを編みます。で編んだらこの斜めね、鎖斜めありますけど、斜めの鎖目一目一目に細編みを編み入れていきます。細編みを斜め編みました。そしたら最後ね、ここの細編みですね。細編みの足ですね。足に針を入れて、ここにも1個細編みを編みます。はい。編めたら、すぐ隣ですね。このすぐ隣に、同じスペースにですね、細編みを編みます。そしてまたね、斜め鎖を編みます。で、斜め編んだら、また向こう側の編み地に、編み地のこの左側ですね。この左側に、この同じスペースに針を入れて細編み。で、すぐ隣にまたもう一回細編み。で、編み地をちょっと持ち替えます。で、持ち替えて、また、まずはここの最初の細編みに細編みをして、で、鎖、斜めですね。斜めに一つずつ細編みをね、編み入れていきます。ちょっとはい、斜め編み終えました。そしたら最後のね、この細編みの足に細編みです。で、またすぐ隣に細編みを編みます。はい、これでね、2つ、この肩紐、肩のストラップが編めました。そしたらね、今度はこっち側のスペースに今まで編んできたんですけど、隣のスペースに移動します。こっちね、こっち。今までここ、次ここ。ここに針を入れて、ここに細編みを編みます。で、鎖斜め。で、編んだら、こっちのね、こっちも隣のスペースですね。こっち今まで編んだとこ、隣のスペースに細編み。で、もう一回すかさず細編みを編んで、で、また、細編みに細編みを編んで、で、また斜め細編みを編みます。はい、編めましたので、細編みの足に細編み。で、すぐ隣に細編み。で、そのまま、1、2、3、4、5、6、斜め、鎖を編んで、またね、この、先ほど編んだ、ここの細編みのすぐ隣に細編みを編みます。で、またすぐ隣に細編みを編んで、で、編み地をちょっと持ち替えて、細編みには細編みを編んで、で、編んだら、この鎖目一つ一つに斜め細編みを編みます。はい、最後細編みの足に細編みで、その隣にすぐ細編みを編んで、はい、これでストラップできたので、留め鎖1回して、
で切ります。はい、できました。でこれをねこっちも同じように両方ね編んでください。で私ねこのねパイナップル模様がこの大きく見えるように編みましたけど、こうやってねストラップつけましたけど、こっちがいいよって方ちょっとあれだけど、こういう風にしたいよって方はこことこっちですね。こことここをこうつなげると、このクロス模様がこう一番大きくドーンとくる感じになります。こうね、ここじゃなくてこっちとこっちをつけるとね、ここをつけると。ここら辺は皆さんのねお好みです。はい、そしたら今度裾ですね。裾編んでいきます。裾ね簡単です。ではね、裾の部分を上に持ってきます。こうね。で、裾ですけど、この裾ね、ここ全部ね、この減らし目のところなんですよ。なので段なんですね。ここ全部段。目じゃなくて段なんですよ。段なんですけど、この一段一段に2目ずつ細編みを編んでいくっていう簡単なことです。まあどこから始めてもいいんですけど、ここから始めようかな。ここから始めて立ち上げをつけて細編みでまた細編みって感じですね。で次はこうかな。この辺はちょっとここか。この辺はねまあそんなに厳密にこの段にってしなくても大丈夫です。ちゃんと編み入れられてさえいれば大丈夫です。次ここですね。5号針です。5号針。まあ1段につき2目編み入れるので、こんな感じで、まあある程度適当で大丈夫です。そんなに厳密にやらなくても。でここによってちょっとこの裾の広がり方が変わってくるので、そんなに広げたくない方はまあこれでいいと思いますけど、ちょっとなんか広げたい人は3目とかねで調整してもらっても全然大丈夫です。そんな支障はないので。でこんな感じでぐるっとね一周編みます。はい。ここでまあ一周ですね。はい。でちょっと何目になったのかちょっと数えるのめんどくさいんですけど、まあとりあえず一周しました。はい。であとはここ一番最初のね細編みですね。細編みの頭に針を入れてここに引き抜きします。そして一つ立ち上げてここに細編みを編みます。はい。編んだら3目鎖を編んで1つ飛ばして細編みね、下の細編み1つ飛ばして次の細編みに細編みで鎖3目で1つおきに細編みを編んでいきます。飛ばして細編み123鎖3飛ばして細編みです。はい、これを続けて1周です。はい、1周しました。で最初の細編みに引き抜きします。で引き抜きしたらこのね隣のスペースにもう一回引き抜きします。一つ立ち上げて細編みで鎖3目編んで隣のスペースに即に細編み。はい、これを続けてねまた1周します。
はい。ここのね、細編みで1周です。2つ鎖を編んで、ここで糸を切って、で、糸始末をします。チェーンつなぎですね。チェーンつなぎをしてから糸始末をします。またここも針に糸をつけて、もうね、最初の細編みに通して、で、この出てるところに戻して、で、裏で糸始末をします。はい、あとは、こういうね、まだ出ている糸端をね、始末して、これで、完成になりますね。はい。では、糸始末の方をしていきます。はい、できました。何ヶ月ぶりもう7月、最後に動画出したのが7月の末くらいかな。で、8、9って出さなかった。2ヶ月出さなかったね、動画。頭が開いちゃったね。もうね、でもね、8月のもう中ぐらいにはこの試作の方は出来上がってたんですよ。でそこからなんか、ちょっと忘れちゃったんだけど、なんかいろいろ嫌なこととかあったりとか、あったりとかして、忙しかったりとか、いろいろあって、で9月の中ぐらい上旬かなにはこのね試作の着画とかも撮ってたんだけど、でそこから何かがあって今になっちゃったみたいな感じですね。はい、今年のね夏はいっぱい出すつもりだったんだけどな、動画なんでこうなっちゃったんだろうじゃあもしね待っていてくれた人いたらごめんなさい。こんなに間が空いちゃった。だけどちょうどいいかな、季節的にはさ。これ結構ねポリエステル毛糸とはいえあったかいんですよね。これ着ると9月の上旬ぐらいまだ暑くてね、キバナコスモスと一緒に撮った着があの時すごく暑かったんですよ。暑いなとか思いながら撮ってたんですけど、ちょうどいい季節かもしれないですね。今がちょうどこれベストみたいに着れますので、これポリエステル毛糸で編みましたけど、もちろん普通のね羊毛で編んでもいいと思います。いつも同じこと言うんだけど簡単だと思ったんですよ。これ簡単なんですよ。確かにね簡単なんですよ。この 4枚パーツを組み合わせればいいんだけど、いいからね簡単なんだけど、ここのね減らし目部分が全部で25段あるじゃないですか。ここが一段一段ね、このなんていうの、この角度をつけるのに一段一段違うんですよね。なので規則性がないから、もう一段一段こう説明していかなくちゃいけなくて、もうそれがねもう非常に億劫で、なかなかこの撮影が手をつけられなかったんですよ。でその間にその逃避行為でちょっとグラフィックの方をねやってみたりとか、 iPad のアプリをたくさん入れたりとかそんなようなことをねして逃避をしてました。はい。でもこのね4枚つなげるっていうこの発想は、海外の YouTuber さん、編み物 YouTuber さんたちが4枚つなげたバッグ作ってたんですよね。バッグ作ってて、でこのバッグすごいなって、4枚こういう編み地をつなげたらいいんだと思って、そのバッグを見るとね、この上の方がこういう風な形だったんですよ。こうなのでこれなんかあれみたいねって、キャミソールみたいな見えるねと思ったんですよ。でそこからこれもしかしたらなんかキャミソールというかビスチェにできるんじゃないかなと思ったんですよ。でそこから4枚重ねたこういう形を作ろうと思った時に、そしたらここをね斜めにカットしないとこうならないってことに気がついて、でそれで斜めにカットするようなそういう減らし目作るのはできるし、2種類ね模様編みを使ってこう組み立てたら面白いんじゃないかなと思ったのが運の尽きで簡単だから一つはすごく簡単な模様編みで、
で一つはちょっと複雑なやつでやってみようと思って、でやってみたらこのすんごい時間かかって、これ説明がすごく時間かかったんですよ。まあそのままねドーンと編み図を出してもいいんですけど、でもね今度ね編み図を見てもね編み図読んでもわからないっていう人がいるんですよ。で編み図を読んでもわからないっていう人もいるし、編み図がないとわからないっていう人もいて全部のご要望にお答えしてると大変なんですよ。だけど一応言葉で説明するのと、編み図はちょこちょこ書いて、で全部ね編み図ドーンと出してしまうと、前も言ったけど動画視聴に影響を及ぼすので、言葉でね説明するところも入れないとやっぱりわからない人もいるのでね。あとねなんかね説明なんていうの、もう記号だけじゃなくて文章でね書いてくれって、動画にも文章で載せてほしいっていう方もいらっしゃったんですけど、すごいやってあげたいし、やりたい、私もやった方がいいなとは思うんだけど、そのね全部やってるとね本当にマジでね時間かかるんですよ。で時間がかかってもいいんだけど、その時間がかかることによって私がやりたくなくなってくるの。そのやる気が失せるわけで、もうこれがもう本当に問題で、やる気が失せるっていうのが本当にやばいんですよ。やりたくないの。だから手がつけられなくなっちゃうわけだから、ちょっと勘弁してほしい。なるべく編み図の見方を覚えてくれればいいかなって、私の動画見るときは、編み図でちょっと説明するんで、あと言葉でね、で言葉も、ちょっと聞き取りにくいとかねあるかもしれない。ですぐにはつけられないけど、一応海外の方たちからの要望で翻訳してほしいっていうのでね、でYouTube に自動翻訳っていう機能がついてるんだけど、それでやるとさ、私の滑舌ももう壊滅的なので、全然ねその言ってることと違う言葉が出てきたりとかするわけですよ。だからちょっと違うアプリ使って、で一から私がね手直ししながらテロップつけるみたいな感じにしてるので、ちょっとでもね海外向けの方のための、その翻訳するための日本語なので見にくいかもしれないですけど、翻訳をねCC って書いてあるところですねをオンしてくれれば、一応言葉出てきます。字幕が出てくるので、ちょっと上の方に例えば長編み3目とか細編み4目と編むとかっていうのをもう入れる作業がちょっと無理なので、よければそっちの方を応援してもらってくれればいいかなと思います。あとはさっきも言った通り、編み図をちょっと覚えてくれればいいかなと思います。標準的な編み図使ってるので、ここでしか通用しない編み図じゃないと思うので、覚えていただいても損はしないかなと思うので、できればそういうのが苦手っていう人もいるのは分かるんですけどね。でもできればやってほしい。できないんですよ。やってもいいんだけど、多分それをやると私が苦しくなってきてできない。本当にね、朝編集しようって座るじゃん。そうするとあれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、翻訳も編み図もってなっちゃうんで、そうするとだんだんなんか違うこと始めるんですよね。逃避が始まるので、なのでね、できればお願いしたいです。はい。あと編み図ね、この模様編みだけちょっとすごいいっぱい全段ね一応説明しましたけど、すごい苦手っていう方いらっしゃるのでね、動画を見ながら編むっていうのがとっても苦手だし、あとはこの言葉を編み図にもう一度起こしてから編んでるって方もいらっしゃるようなので、編み図で書きました。で編み図販売してますので、動画下概要欄にすぐこの動画出てすぐはねまだ編み図の方用意できてないかもしれないんですけど、必ず販売しますので、もしよかったらそっちの方よろしくお願いします。これそのね編み図を見ただけでは編めないです。
編み図のこの模様編みの部分だけですね。あくまでも模様編みとこの減らし目の部分だけ、このクロス編みとパイナップル模様、この2種類の模様編みのこの形を作るっていうだけですね。そういう編み図を販売します。あとはこのね、こういうところとか、この縁編みとか、こういう肩紐とかまではちょっとね手が回らないので、そこはちょっと編み図にできなかったです。だからこの間ね、モチーフ編みの編み図を作ったんですけど、すっごい大変だったんでもうあれだけでもね、1週間とか2週間とかかかっちゃったんで、せっかく動画を私やってるので、動画とこういう編み図をどっちも見ると分かりやすいみたいな風にしたいと思います。編み図だけで売るっていうのは、編み図を描くっていうのはね、ちょっと挑戦してみたところめちゃくちゃ大変でした。で、動画だったらさ、ここはこうしてとかって言えるじゃないですか。ここは3目飛ばして、ここは戻ったりとかしてとかって言えるじゃないですか。でもそれを編み図の記号がなかったりとかすると、その編み図だけで編んでもらおうと思うと説明文が膨大になるんですよね。すごい大変だった。あと私は分かりやすいと思って全部カラーにしたんですけどカラーにすると非常に印刷代がめちゃくちゃかかるんですよ。それ知らなくってオールカラーにしちゃって、で、ダウンロード商品とあと印刷物の、発送する商品2つ揃えてるんですけど、なんでかというとダウンロードねできない場合もあるんですって。なんかちょっとよくわかんないんだけど、スマホだとなんかその機種とかスペックにもよるのかな、でダメな時もあるから、パソコンが推奨なんですよ。で印刷物だと普通に私がね、ご注文いただいたら、私がコンビニまでこう走ってって印刷するんですよ。で印刷してそれをね皆さんお送りするんですけど、そのね印刷がカラーだとめちゃくちゃ高いんですよもう本当に。でしかも写真で説明してるから、その写真とかもねくっきりさせなきゃいけないから、すごくいい感じの高精細っていうの高精細で印刷しなきゃダメなんですよね。なのでだからちょっと高くなっちゃうんですよね、値段が。なので今回は分かりにくいかもしれないけど全部白黒にしました。そしたら印刷物でもそんなにお金かかんないかなと思います。それで、お店をね出したんですけど、購入してくださった方ありがとうございました。本当ね嬉しい、マジで本当にすごいね、自分でね手書きで書いた編み図なので大丈夫かなと思いながら、分かりやすいって言ってくれたりとかしてすごい嬉しかったです。結構ね皆さんご購入してくださって、へえこんなに買ってくださるんだとかってちょっとびっくりしました。はい。であとは初めてね出品したんですけど、作品を夏にね、でそれもねご購入してくださった方いらっしゃいました。ありがとうございました。すごくね嬉しかったです。もうほんとね、今年の夏は暑かったですね。暑かった。私もなんかすごい忙しかったの、今年の夏。なんかもういろんなやることもあったし、なんだろうね、こんなに忙しいってで忙しいのに何やってたっけみたいな感じになってるね。何やってたっけみたいなね。でもまたやっとねこれできたので本当大変だったんだけど、これねでもこれどうかな、これ結構ね奇抜ですよねちょっとでもね着てみたらそんなにあれですよ。こうやって見るとすごいなんかちょっと派手かなと思うけど、そんなね着てみたらそんなんでもないですよ多分可愛いですよ。すごい可愛いなって自分で作っといてなんですけど思います。あとはね皆さんねいろんな色合わせしてほしいなと思います。私これ全部の色変えたりとか色をね交互に色を変えてますけど、交互にね、なのでこことここがグレーでみたいになってますけど、ここのパイナップル模様を白にすれば白とグレーですよねになりますよね。
白とこっちが白でこっちがグレーみたいな、バイカラーになりますよね。こっちを白にするので今度はここがグレーみたいなね、ですよね。みたいな感じにしても面白いんじゃないかなと思います。あとはこの縁編みですね。縁編みももっとね、この縁編みをちょっとできなかったんだけど、ちょっとやってみたかったんだけど、ここをこういう風にさ、縁編みでこっからこう持っていきれないかなと思ったんですけど、ちょっとできなかったんですけど、そしたらこの胸の空いてるところが埋まるじゃないですか。そしたらタンクトップとかキャミソールの上に羽織ってもいいかなって。これをね、コットンとかで編んで夏にこれをポロンと着るというか、でその時にここが開きすぎなので、私開いてるのはあんまり好きじゃないんですよ。肌がね見えすぎになっちゃうので、ここをなんていうのね、こうやって埋めれたらいいなと思うんですけど、埋めたいんですけどね、それができなかったですね。ちょっと挑戦してみたんですけど、あんまりうまくいかなくて、それもねちょっと今度やってみたいなと思います。はい。ということで、いろんなねことがありますけどまたね次何編もうかな。いつもねここでね、これ編みます、あれ編みます、これ編みたいですとかって言うんだけど、実現しないですよね。ここで言うと言うとやったみたいな感じになっちゃうんですよね。言ったらもういいやみたいなそんな感じなので、言わないですけど、またね冬用の帽子は一つ編みたいなとは思いますけどね。あとね作ってみたいものね、何かな。去年バラクラバ作りますとか言ったような気がするけど、バラクラバ作る気が起きないなんか作る気が起きないですよね。あとあれですね、モチーフ編みのブランケットが作ろうかなとか思ったりとか、モチーフ編みの視聴者さんでモチーフ編みのつなぎ方わからないんですけどって言われたんで、モチーフ編みのね一応ショートを作ったんですけど、それでもわからないってねいうことなんで、だからブランケット作ろうかなって思ったんだけど、どうかな。それは長期になっちゃうよね。それだけずっと編んでるわけにいかないけど、編みたいものたくさんありますね。はい。いやーもうほんと編みたいものたくさんあるけどこういうことしなきゃいいんだけどね。こういう自分で一から考えるようなものを作るとものすごい時間がかかる。でもね楽しいですけどね、出来上がった時はさ、やっぱり自分で一から作ったんだぞっていう感じがしますからね。いや、模様編みとかね、もともとある模様編みを使ってるので、この模様編みまで自分で考えられたらすごいですよね。模様編みはね、もうほんと先人の方たちに感謝ですね。こんな素敵な模様編みをね考えていただいて、はい。ちょっとこの模様編みはね、前にパイナップル模様のストールをリクエストだったかなで作ってほしいって言われて、でそれで作ったんですけど、三角ストールはね。で今回のはそれにちょっと似てるんですけど、その模様編みのここのパイナップル部分がでもちょっとね、そのパイナップル模様より大きくて、ちょっとこの私玉編みで編むねパイナップル模様大好きなんですよね。ほんと可愛いと思う、このパイナップル模様。もうこれを四角く編んだり三角に編んだだけで本当に可愛いストールになるし、で膝掛けとかさ、これだけでさトップス編んでもいいと思うんですよね。あと何でもできると思うな。この模様編みは意外とこう透かし模様っぽいんだけど、この玉編みのおかげであったかいんですよね。これ結構あったかいですよさっきも言ったけど、もう羊毛で編んでもいいと思います。すごく羊毛で編んでもいいし、一色で編んでも可愛いんじゃない？この一色で。例えば全部白にしても、ここ全部白にしてもいいと思う。皆さんのね、
センスにお任せします。もしよかったらね、いいなと思ってくれたらいいなと思います。はい、お役に立てたらいいなと思います、皆さんの。はい、では長々すみません。そうこうカエル色ね。なんでカエル色かっていうと、私がヴィレッジヴァンガードで買ってきたカエルのぬいぐるみがあって、それの色がねこれに似てたのでカエル色にしました。はい、カエルがね、もう本当にうちのね畑でね、カエルがものすごくいっぱいいるんですよ。おまけ動画でいっぱいカエル出てくると思うんですけど、あれ皆さんね違うカエルです。それぞれ違うカエルなので、はいいっぱいいるんですよ。すっごい嬉しいんですけど、とりあえずそれをね、うちの畑にたくさんカエルがね住み着いたってことをね記念してカエル色にしました。はい、というわけで最後までご視聴してくださいましてどうもありがとうございました。はい、完成です。すいません。